皆さん、こんにちは。今日は ATTB のシャープ134です。この ATTB は支援技術、アシスティブテクノロジーに関する情報をお届けしている YouTube チャンネルです。今日まで130回以上やってきた動画については、すべてこのチャンネルにアーカイブとして残っていますので、この動画を見終わった後にでもご覧いただければと思います。さて、前回配信動画を出してから随分経ってしまったんですけども、別にこのチャンネルやめたわけではないので、今日も、年も改まったことですし、動画を出していきたいと思うんですけども、しばらくぶりにやる今日のテーマ、こんなテーマでやってみようと思っています。ATIA2026 直前何見る？ ATIA2025 を振り返り、今年の ATIA に備えるというテーマでやろうと思います。私の YouTube チャンネルの動画をいっぱい見てくださった方は、この ATIA っていうキーワード何のことだかわかると思うんですけども、多くの方にとっては初めて聞くキーワードだと思うので、一応お話ししておきますが、ATIAホームページ、こんな感じのホームページあるんですけども、ATIA アシスティブテクノロジーインダストリーアソシエーションかなの略なんですけど、で、頭文字取って ATIA なんですが、これ何なのかっていうと、無理やり日本語にすれば支援技術工業会みたいなことになるんですけども、アシスティブテクノロジーを作ってるメーカーさんとか、アシスティブテクノロジーを実際に利用者さんのところに売ってるディストリビューターの人たちが、これの会員になってるんですが、そういう人たちの団体が年に1回、アメリカのフロリダのオーランドという街で、年に1回展示会をやるんですね。だから、そこで新製品発表したりするメーカーもあるんですけど、こんな支援技術を新開発して発売しますよだったりとか、アップルとかグーグルみたいなでっかい会社も来るんですけど、そういうところは、我が社の OS にはこんな機能をつけて、障害のあるユーザーにとって使いやすくしてますよっていうのを宣伝したりとか、そういう場になっているんですね。で、支援技術、いろんなものがここでは展示されます。ジャンルは別に限定しているわけではないので、視覚障害、聴覚障害、感覚障害に関連するものも出ますし、知的障害に関連するものも出てきますし、肢体不自由に関連するものも出てきますし、発達障害に関連するものも出てくる。とにかくもういろんなものが出てくるんですが、比較的強く推しているというか、中心にあるのは、コミュニケーション支援の分野が中心にあって、それ以外もフォローして、きちんと展示をしているという感じです。で、支援機器の展示会と、もう一つセッション、いろんなお勉強セッションとこの2層構造になっているのが ATIA のイベント年1回のカンファレンスなんですけども、今回のこの YouTube、私のチャンネル ATTV では、2025、ATIA2025、私、こんなことに行くことができたので、そこでどんなものを見てきたか、展示ブースでどんなものを見てきたかって話をまずして、で、セッションについては実はこれ有料なので、あんまり具体的な話はできませんから、全体的に大体こんな感じみたいな話をふわっとして、で、それを踏まえた上で ATIA2026、また今年もね、行けることになっていて、1月29日が初日になるんですけども、どんなものを見てこようと思ってるかっていう話をしようと。そんな風に思っています。だいたい今日の流れ、こんな感じになりますね。ATIA2026 で見たものは何か。具体的にね、日本にまだ入ってきてない支援機器もありますので、こんなものを見てきましたよっていう話をしつつ、で、セッションの話をさっきも言ったようにちょっとふわっと、しつつ、あまり個別具体的なことはね、ちょっと有料のセッションなので、こうパブリックなチャンネルで話すのは適当じゃないと思うので、ふわっとした話。それから2026、まだ始まってないですからね、29日からどんな回になるか、もうすでに公開されているプログラムなんかを見てね、ちょっとお話ししようかなと思っています。ATIA、ちょっとだけ紙資料もここでお見せしておきましょうかね。はい。こんな感じで、
ATIA2025 カンファレンス、スポンサーズって言っていろんな会社がスポンサーについてるんですけども、皆さんもご存知のメーカーがあったりしますよね。Google とか Microsoft とか。誰でも知ってるような会社があったりとか。あとコミュニケーション支援とかに関わってらっしゃる方だったら、トビーダイナボックスとか PRC サルティロとか、あとスマートボックスなんかはおなじみのメーカーじゃないかなと思います。あと、発達障害なんかの分野なんかだと、このエバーウェイ。エバーウェイってね、最近名前が変わったんですね。これテキストヘルプって言った会社がエバーウェイっていう名前になったんですが、ノートテイキングシステムみたいのをね、作ったりとかしてて、ディスレクシアの方なんかが、大学とか高等学校なんかで勉強するときに IT 機器上手に使ってノート取るときに便利なソフトとかを作ってる会社です。言語の壁があるので日本には来てないですけどね。それから視覚障害関係の支援技術、興味ある方はこのヒューマンウェアとかアメリカンプリンティングハウスなんかおなじみだと思います。こういう支援技術関連の会社もあり、一般向け機器の会社もあり、それらがスポンサーについて開催されているイベントなんですね。スポンサーがしっかりついてますから、展示会の方は無料で参加登録だけすれば入れると。そういう仕組みになってます。それじゃあね、去年の ATIA2025 の振り返りをしながら、今年の ATIA2026 作戦を立てていきたいと思います。はい。じゃあ、ここからはね、具体的に去年の ATIA2025 で見たものをちょっとシェアしていきたいと思います。この後動画とかをちょっと出しながら話していこうかなと思ってるんですけども、私の研修とか対面の研修を2025年に受けた方は、で、この動画見てくださってる方は、あの動画見たっていうものが流れたりするんじゃないかなと思います。結構対面の研修会、2025年、何本もさせていただいたんですけども、その中ではもうすでに紹介したものなんかもありますけども、こちらのチャンネルでは初めてのものになります。さて、じゃあ、1個目、こちらですけども、もう下に名前は出てますけどね、マウスパッドっていう製品です。カタログもここにあったりするんですけども、これ何なのかっていうと、マウスピースみたいな形してるんですね。で、マウスピースみたいな形ということは まさにマウスピースなんですけども、これ口の中に入れて使います。口の中にマウスピース、上顎のところにカチャッとはめ込むんですね。で、そうすると何ができるようになるかっていうと、上顎をベロでなぞると、そこがトラックパッドみたくなってて、マウス操作ができるんですね。今映ってるビデオ、手を使わずに口の中ベロだけで iPhone を操作して見せてるとこなんですけども、これ、口にはめるタイプの Bluetooth マウスなんですね。Bluetooth ポインティングデバイスなんですね。トラックパッドが口の内側に貼り付いてるみたいな感じのイメージをしてもらうと分かりやすいと思います。で、この人たちが言うには、ベロっていうのは手並みに器用に動く体の部位なんだと。なので、ポインティングデバイスの操作にはすごく向いてるっていう、そういう話をしていました。で、ポインティングデバイスなんですけども、口の中にカチャッとはめて使うので、歯医者さんで口の型取りをしてもらって、それで、オーダーメイドで作って提供することになっているそうです。で、もうすでにこれ、販売スタートしているもので、米国では使っている方もいらっしゃるそうです。便利そうですよね。シンプルなアイデアですけども、頸椎損傷なんかで首から下に重い麻痺がある方とかは、マウスポインターの操作、いろんな方法でしますよね。アイトラッキングを使ってみたりとか、あと首動けば、ここに、ジョイスティックを置いて、そこで操作するなんていう方法もあったりしますし、スイッチを使ってポインティングデバイスで操作するなんていう方法もありますから、そういうものを使ったりすることもありますけども、ベロが器用に動くんだったら、ベロを上手に使うのもいいアイデアですよね。なので、ちなみにこれマウスパッドってマウスの綴りがネズミのマウスじゃなくて口のマウスになってるんですね。口のマウスで操作をするトラックパッドになってます。これすでに売ってるってところもなかなかいいなと思いました。日本にもね、入ってくると
いいんじゃないかなと思うんですけど、入ってくるのか来ないのか。まだわかんないですね。私は、今のところ日本で代理店ができるとかいう話は聞いてないです。もしなんかご存知の方いたらコメント欄とかで教えていただければと思います。じゃあね、次行きます。次、これ、アビリティドライブっていう製品なんですけど、視線入力で操作できる電動車椅子になってます。動画では僕が、座ってますけども、目の前にパソコンの画面があるんですね。で、このパソコンはアイトラッカーがついてて、画面上に矢印が表示されてるんですけど、上向きの矢印見ると電動車椅子は前に進むし、右向きの矢印を見ると、その場で右回転するし、左向きの矢印見ると、反逆にね、左回転するんですね。なので、手を一切使わないで、目だけで車椅子を運転することができますよっていう、そういう製品です。今僕は、動画の中で僕はレクチャーを受けて、緊急停止ボタンを説明員の人から受け取って、実際に電動車椅子を動かしてみます。ちょっと動いてるんですけど、わかりますかね。この後、僕がこちら側を向いてきます。その場で右回転してみせますんでね。まだ来ないかな。右向きの矢印を見て、ぐるーっとね。で、手は、緊急停止ボタンずっと持ってますから、わかると思うんですけど、操作には使ってないです。電動車椅子ってね、ジョイスティックで操作することが多いと思うんですけども、目でも操作できるっていう、そういうデバイスですね。で、技術的にこれがものすごい高度なことをしてるかっていうと、別にそういうわけじゃないと思うんですね。日本でも SNS なんかで電動車椅子視線入力装置で動かせるようにしたよなんていう動画を見たことがある気がするんですが、これはなんでここで取り上げようと思ったかっていうと、売ってるってとこですね。お金さえ出せば買えるってところまできちんと持ってってるってところがすごいなっていう。だから技術屋が技術的にそれほどハードルが高くないからやってみましたって言って見せてるだけではなくて、ちゃんと製品としてユーザーのところにどうやって届けられるかっていう、そこまで考えてるところが、すごい素晴らしいなと思って、紹介してみようと思いました。支援技術って技術的には結構シンプルなものも多かったりするんですよね。この YouTube チャンネルでもスイッチとか紹介したことがあると思うんですけど、スイッチなんて電極と電極くっつけてるだけですから、そんな難しいことしてるわけがないんですよ。だけどこれ、製品っていうレベルにしてユーザーのところに届けるっていうのは責任が生じることですから、やっぱりハードルの高さが全然違うんですよね。ちょっとエンジニアリングの勉強をしてできるようになった人が簡単に作れるぜって言ってやってるのと、製品として世に出すっていうのは全然レベルの違う話で、それをやってのけてると。で、かなり、複雑な製品ではありますからね。ちゃんと製品にして出していて、で、しかもコミュニケーションエイドとちゃんと連動するようになっているので、コミュニケーションエイドの画面からこの電動車椅子の操作の画面がパッと呼び出せるようになってたりするので、おしゃべりもこれでできるし、移動もこれでできるしっていう、そういう感じになっていました。なかなかよくできている製品だと思います。じゃあ次はこちらですね。これはね、手元にカタログもあるんで、カタログをお見せしながら話そうかなと思うんですけど、これタクトノムっていうドイツの製品なんですけども、これはね、ちょっと動画だけだと分かりづらいんですけど、動画の中で何やってるかっていうと、触図を触ってます。で、この YouTube チャンネルでも過去に、立体コピーって紹介したと思いますけど、僕が動画の中で触ってるのはまさにこの立体コピーでプリントされた触図を触ってるんですね。で、タクトノムっていう装置、電気スタンドみたいな形してるんですけども、その下に触図を置いて、触っています。で、何ができるかっていうと、触図を触って指さしたところを音声で読み上げてくれるんですね。で、僕が動画の中で触ってるのはアメリカの地図を触ってるんですけども、
特定の州を指さしておいてボタンを操作すると、その州が何州かっていうのを読み上げてくれるんですね。で、これ何がすごいんだって話なんですが、食図を作った経験がある方だったら分かっていただけると思うんですけど、食図ってもちろん点字でラベルをつけることは可能なんですけども、触って読み取れる大きさにしなきゃいけないので、やっぱサイズ制限厳しいんですよね。なので字数もかなり限定されてしまいます。なので、どうやって情報量を増やすかっていうのは、食図にとって大きな課題なんですが、これはそれを、画像認識と音声読み上げを組み合わせることで、情報量を増やすっていうことを実現しているわけです。ね、カタログの方にも説明が書いてあるんですけど、この上からカメラで撮影してて、下に置いた食図の指差しした場所を音声で、ここにスピーカーついてますから、スピーカーで読み上げてくれるっていう、そういう装置ですね。で、もうすでにこれ、触察教材もいっぱいあるみたいで、ライブラリがあったりするという話もしていましたし、この下で、これ今、地理の教材を僕は触らせてもらってますけども、幾何の勉強をする、分度器の勉強をする、三角定規を使った作図の勉強をするときに使えるようなキットなんかもあって、触って読み取るもの、プラス音声、そういう学習環境がこの1台で提供できるようになっているっていう話ですね。で、ここで取り上げたのは、なんか古くからあるものと新しいテクノロジーを上手に組み合わせて使ってらっしゃるなと思ったんですよね。立体コピーというのはもう何十年も前からある、視覚障害の分野では割と定番の食図の提供方法ですけど、それと画像認識、音声合成っていうのを上手に融合させて、食図の弱点だった情報量を増やす、文字情報を増やすっていうことに上手にチャレンジされてるなと思ったので、ちょっと取り上げてみました。実はエティアの2025で見たものの中で僕が一番これが好みでした。よくできてて日本にも入ってきたら、特別支援学校、視覚特別支援学校では便利に使えそうだなと思いました。じゃあね、次行きます。はい。こちらですけど、これモナークっていう装置ですけど、これ二次元点図ディスプレイを搭載した Android 端末って書いてあるんですが、これね、Android ではなくて Linux 系の OS だったと思います。ちょっとテロップ間違ってますね。二次元の点図ディスプレイです。二次元の点図ディスプレイって別に新しいものではなくて、もう20年前とかになるのかな。日本の KGS っていう会社が作って実際に販売もしてたんですが、ディスコンになってしまって、もう今入手不能なんですが、それをですね、アメリカンプリンティングハウスがモナークっていうデバイスを作って、再度市場に復活させたわけです。で、画面上では3次関数のグラフが表示されてますけども、こういう関数のグラフとか表示するときには点図が出せるディスプレイはいいですよね。なんて言っても、さっきの立体コピーなんかでも3次関数のグラフ自体は表現できますけども、パラメータ変わるとグラフの形変わりますよね。開き具合が変わったりしますよね。で、そういうのがリアルタイムでパラメータ変えながら体感できるので、学習内容によってはとても便利に使えるデバイスだろうなと思います。で、20年以上前に出た日本の KGS が作ったものと大きく違うのは、点図ディスプレイだったんですね、前のものは。これは点図ディスプレイが組み込まれているコンピューターなんですね。なので、これ単体で動作します。パソコンを横に置いとく必要ないんですね。大きさとしてはかなりでかいので、どのくらいって言ったらいいかな。90年代前半のノートパソコン。だから、膝の上で作業できなくはないけど、長時間はあんまり置いておきたくないなっていう重さと大きさですね。一抱えある感じですね。それでも、点字入力できるキーボードが搭載されていて、二次元の点字ディスプレイ、点図が出せるディスプレイがついていたりするので、便利に使える場面は結構多いと思います。
動画ではグラフしか出てませんけど、もちろん展示も出せますから、マルチラインの展示ディスプレイとしても使えます。なので、長い文章をいっぱい読まなきゃいけないような場面、特にやっぱりこれ教育分野での活用っていうのを念頭に置いて開発されたみたいですけども、長文読んだりするときには、行で行ったり来たりできたりしますから、便利だろうなと思って、見てきました。まあね、日本製の製品が、続かなかったのをアメリカの会社がまた改めて出してきて、これが今後どんな風に広まっていくのか。とりあえずこれ、教科書の配信なんかにはもう使っていくっていう予定なんかを公表してましたから、結構しっかり普及していくのかもしれません。まあどうなっていくかね、この先を見守っていきたいなと思ってます。ただ、大変残念なことに、我々としては残念なことに、日本語には対応してないので、日本語の展示が出せないんですね。なので、欧米系の言語には複数言語対応してるんですけどね、英語以外にも対応してる言語あるんですけど、日本語が出ないっていうのはちょっと残念なところですね。日本のユーザーにしてみると。はい。じゃあ次行きます。ちょっと毛色が違う、エティアの展示物ですね。これ、AT メーカーデイって言って、身近な材料で自作した支援機器の情報をシェアするイベントですね。これは、DIY の国アメリカって感じがいかにもしますけども、ホームセンターで売ってるような材料、塩化ビニールのパイプとかダクトテープとかを上手に使って作った自助具のような支援機器、支援技術を、さっきも言ったように、ここは作業療法士さんとか、特別支援教育に関わっている先生とかが大勢集まる場所なので、皆さん一ネタ二ネタ持ってるんですよね、そういうのね。で、それをここに持ってきて、みんなでいっぺんにシェアをして、それぞれ触ってみたり、その場で簡単に作れるものもあるので、作ってみたりするっていう、そういうイベントですね。この動画の中で僕はこの後コマを作る羽目になるんですけど、展示をしてくれてる作業療法士の先生から勧められて作ることになるんですけど、実際に作ったものを今日持ってきてるんですが、こんなコマ。これ CDR ですよね。CDR もう今使う人少なくなったから余ってるのが皆さんの職場などにもあると思いますが、そこにビー玉をつけて、ペットボトルのキャップをつける。で、そうすると結構よく回るコマができるんですよね。じゃあまあこれがどう支援技術なのかっていうと、このキラキラした盤面を見て、ちょっとカームダウンに使ったりとか、ハンドスピナーってね、ちょっと前流行りましたけども、まあそういう感じの使い方が、まあこれなんかはできる。で、もう少し実用性のあるものも、AT メーカーズデーでは、作られていて、こんなのもそうですね。これ、プラスチック段ボールでプラダンでできてるんですけど、これ、ここにベルグロが貼ってあって、何ができるかっていうと、こんな風になるんですけど、ここにこういう風に物を立てておけるんですね。で、これ iPad が立つ強度を持ってます。なので、タブレットスタンドが、プラスチック段ボールで簡単に作れますよっていう。これもね、現地で、作らせてくれるようになっていました。で、これね、プラスチック段ボールって日本だとホームセンターにわざわざ買いに行かないとないですけども、これもうすでになんか書いてあるじゃないですか。アメリカだとこれ大量に廃棄物として出てくるそうで、これはどこなのか、NH って書いてあるから多分ニューハンプシャーとかだと思うんですけど、アメリカの選挙キャンペーンのプラカードってプラダンでできてるそうなんですね。で、選挙キャンペーンが終わると大量にゴミとして出てくるんですけど、それを回収してきて、支援機器にして、支援技術にしてしまうっていうね、タブレットスタンドにしてしまうっていう、なかなか面白いアイデアですよね。こういうものを作ったりする展示ブースも出ていました。さっきのね、モナークなんかは何百万もするような高級な支援機器ですけども、そういったものがある一方で、こういうね、プラダンを上手に工夫して、安上がりにタブレットスタンド作ったり、ビー玉とペットボトルキャップと CDR、それをグルーガンでつないで作ったコマみたいなね、ものを作ったりするものまであるっていう、こういうふうに幅の広い展示が出てくるのエイティアンすごい面白いところだなと思います。高い金を出して買うものが全てではなくて、身近にあるものを上手に工夫するっていう、まあ両方バランス取って展示していたりします。
はい。さて、展示の方はこんなところにしてセッションの話に移っていきたいと思うんですけど、今僕の横に出てる表、これとても動画では見えないと思うんですけど、これ何かっていうと、2025年のエーティアで開かれた全セッションが一覧表になっている表です。全部で400本以上、460本以上あるんですよ。で、オレンジ色に色付けしてあるところが僕が出たセッション。だからほとんどのセッションは出られないんですよね。同時並行で10本ぐらいこうドーって走ってますから、本当はこっちのセッションも行きたいんだけど、まあこっち優先しようかみたいな感じで、時間割を作って、毎日、こうお勉強を朝から夕方までするんですけど、全体的にどんなセッションがあったのかみたいなところから行きたいと思うんですが、2025年はこんなセッションの構成でした。エーティアで開かれるセッション、先ほどホームページご紹介しましたけど、ホームページでプログラム見てもらえばわかるんですけど、セッションの名前には必ず、タグみたいのがついてるんですね。そのセッションのジャンルを表現するタグみたいのがついていて、タグを見ると何に関連するセッションかってわかるようになってるんですけど、全部で7つの種類があります。AAC、EDU、ATPAP、MAT、VHT、TWA、AGAT っていう、この7ジャンルが2025年はセッションあったんですね。で、それぞれ AAC は拡大代替コミュニケーションですね。で、EDU は教育学習支援。ATPAP はアシスティブテクノロジー for Physical Access and Participation だと思うんですけど、物理的アクセスと参加に関するセッション。だから主に主体不自由関連ですね。それから MAT はメインストリーム&アシスティブテクノロジー。一般機器と支援技術。テクノロジーそのものに関するセッションですね。で、VHT はビジュアルとヒアリングのテクノロジーですので、視覚障害と聴覚障害に関連するセッションですね。それから TWA っていうのはトランジション&ワークプレイスアクセシビリティだと思うんですが、移行支援プラス職場のアクセシビリティに関するセッション。で、AGAT は、これはエイジングですね。高齢者向けの支援技術のセッションという。まあ、この7ジャンルあったんです。で、その後、僕の右側に表が出てます。左側に表が出てますけども、この表の横に書いてある数字はそれぞれのセッション数なんですけど、AAC に関するセッションが179、コミュニケーション支援がやっぱり多いんですね。179件。それから教育学習支援で99件。それから主体不自由関連で61件。それから一般技術支援技術のセッションが48件。それから視覚聴覚関係が38件。それから移行支援職場のアクセシビリティが22件。高齢者の支援技術が18件。まあそういう感じの構成になってるんですね。日本で一番大きい支援技術のイベントって多分毎年秋に東京で開かれている国際福祉機器展だと思うんですけど、国際福祉機器展だとほとんどが高齢者支援ですよね。だからそれから見ると結構バランスがだいぶ違うっていうのはこれ見ていただくとね、わかると思うんですけど、この中でまあいくつもセッション出たんですけども、一つまあ特徴的だったなと思ったのは、まあ案の定っていう感じでもあったんですけど、2025年ですから、一般の分野でもチャット GPT かなり一般にもかなり広く普及した年だったと思うんですよね、2025年って。で、それをエーティアでももろに反映してて、チャット GPT を例えば、ライティングの授業がしんどい、課題がしんどいって言ってる発達障害のある学生さんにどうやって活用してもらうのがいいかみたいなことを話す。まあ本当に具体的にチャット GPT のこの機能を使ってっていう話だったりとか、チャット GPT を中で使っているこのアプリケーションを使うとこんな風に書くのが支援されますよとか、そういうかなり具体的にチャット GPT を活用する、マイクロソフトのコパイロットを活用するみたいなお話が聞けたんですね。やっぱり流行り物に乗っかってきたなっていう感じ
はしたんです。その辺が、出たセッションの中でも、2025年っていうのをよく象徴してるなっていう気がしたんですね。で、それが、2026年どうなってるかっていうのは、僕は今年のエイティアで一つ気にしてるところなんですね。つまり AI がどんな風に、受け止められ方が支援技術業界で変わったのか、または変わってないのかっていうのが興味があるところなんですね。で、2026年もちょっとセッション見てみたんですけども、タグの数数えてみたんですけど、ちょっと大きく数字が変わってるところだけ話しとこうと思うんですが、ATPAP ってさっき言った物理アクセスと参加死体不自由関連だと思われるセッションが一気に30件ドーンと増えてるんですね。なので、力の入れ方としてはそこにちょっと力を強く入れたいのかなっていう感じがします。AAC のセッションの数、EDU のセッションの数、つまりコミュニケーションと教育に関するセッションの数が多いのは例年通りで、数自体のバランスはそんな変わってないんですけども、死体不自由に関連するセッションちょっと数増えたなっていう印象がありました。それから、メインストリームとか支援技術に関する、全般的なアクセシビリティ機能の話とかがここでは論じられることが多いんですけど、MAT のセッションもちょっと増えたかなっていう感じですね。ここには、確かゲーミングが入ってきてると思うんですよね。ゲームのアクセシビリティっていうのは結構重要なトピックで、動画の方では取り上げなかったですけども、実はゲームに関するブースもエイティア出てました。ゲームの実況配信みたいなことをしてる YouTube でね、実況配信とかしてる YouTuber の死体不自由の方とかがゲストで来たりしてて、ゲームのアクセシビリティっていうのもエイティアでは結構ホットなトピックになっています。なので、ちょっと件数も増えてるかなっていう印象ですね。それから数字的にちょっと興味深かったのが、WAT。これ TWA って言ってたのが、名前が変わったんですね。トランジションが多分取れて、ワークプレイスアシスティブテクノロジーになったんだと思うんですけど、職場の支援技術だ。トランジションの部分に触れたセッションは今年はあんまりないのかなっていう感じですね。それから数字的に取り上げておきたい最後のポイントが、高齢者支援の AGAT の分野が数が減ったっていうことですね。減りました。19件だったのが12件になったんですね。やっぱり高齢化率がアメリカと日本では大きく違うので、その辺が、大きく現れたかなっていう感じがしますね。なので、今年のエイティアセッションの方は、ちょっと物理アクセスの方が充実したのとゲーミングが充実してきてるっぽい感じが、プログラムだけ見てるとするので、そこをちょっと注目したいなっていうのが一つあるのと、あと、プログラムのアブストラクトも公開されているので、アブストラクトも見られるんですけど、それを見てると、もちろん AI に関連するセッションっていうのは結構数があるんですが、ちょっと語り口が変わってきたなっていう感じがしてきたんですね。去年は、具体的にチャット GPT のこの機能を使ってとか、コパイロット使ってみたいなのが結構あったんですけども、もうちょっと倫理的な部分に踏み込んだような、これ、AI の使われ方全般に言われていることですよね。我々、その障害者支援に関わらない分野でも、例えば大学のレポートを全部 AI に書かせて出すとかいうのは違うでしょっていうのは、みんな分かってることですけども、じゃあどこまでだったら使っていいのかとか、そういうのって今議論がまさになされているところじゃないですか。で、これアシスティブテクノロジーの分野についても、やっぱり同じような議論っていうのがなされつつある。さっきね、2025年、ライティングの課題に AI 使うと便利ですよって話してたわけですけども、じゃあ、どこまで手伝ってもらえば、それはその人の能力だって言えるのかみたいなことを、
エイティアでのセッションを通してみんなで情報交換したりディスカッションしたりしていこうとしているのかなと思われるアブスト。実際行ってみたら全然違うかもしれないのでわかんないですけど、僕が読み取った範囲では、ちょっとAI の倫理的な側面にも踏み込んだ、アシスティブテクノロジーの中で AI を活用するときに、どんな倫理的な懸念点があって、どういうふうに考えていこうとしているのかみたいなことが論じられるセッションが出てきたかなっていう感じがします。だから、その意味でもね、日本ではまだAI が組み込まれているアシスティブテクノロジーの製品っていうのはあまり出てきてませんけど、これ遅かれ早かれで絶対入ってきはすると思うので、そうなった時にね、アメリカでどんな議論されてたかなんていうことをあらかじめ知ってると、結構役立つこともあるかななんて思いますので、その辺をちょっとね、注目して話聞いてこようかなと思っています。それじゃあね、まとめて終わっていくことにしましょう。はい。今回の ATTB は ATIA2026 直前何見るっていうテーマで、去年の ATIA2025 の様子をご紹介しながら、ATIA2026 のプログラムの、統計情報みたいのをね、ちょっと一緒に見ていただいて、僕がどんなことに注目してるかっていうことをちょっとお話ししてみました。いかがだったでしょうかね。いつもとはちょっと毛色の違う内容だったと思いますけども、楽しんでいただけた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。さて、最後にお知らせをして今日は終わっていきたいなと思ってるんですけども、ATIA 2025の時も実はやってたんですけども、ATIA 2026、行ってくる予定なんですが、帰ってきた後、3月6日の日にですね、京都でイベントをやって、そこで対面で報告会やりたいと思っています。こちら読んでいただいたので、お話できるんですけども、HEAP AT ライブラリー2026っていうイベントが、京都大学の吉田キャンパスですね。吉田キャンパスの方であります。3月6日金曜日ですね。で、こちら事前申し込み制になってますので、申し込んでいただかないと来られませんけど、申し込んでいただければタダで、来ていただけます。で、ここでは、ATIA に参加して、その内容のご報告、実際にね、対面で、この辺のね、カタログなんかも直接手に取っていただけると思いますし、1月29日から始まる ATIA 参加して帰ってきて、その次の月に2月の頭くらいまでやってるので、1ヶ月後にイベントをやりますので、私の記憶もフレッシュな状態でお話できると思いますから、結局今日この動画で、AI に関する、アシスティブテクノロジーと AI っていうキーワードで見てこようと思ってるってお話しましたけども、それが実際のところどうだったのかみたいな話をね、3月6日の日にはできるんじゃないかと思っていますので、場所が京都大学なので、関西地区の方っていうんですかね、京都大学3月6日に行けそうな地区の方は、ぜひ、事前申し込み制なので、申し込みをしていただいて、お越しいただければなと思います。はい。今日も ATTB ご覧いただきありがとうございました。またこういうね、支援技術、アシスティブテクノロジーに関する動画を出していきたいと思っております。動画の更新不定期になっていますので、チャンネル登録をぜひしていただけますと、動画が更新されたタイミングで皆さんのところに通知が行って便利ですので、チャンネル登録とベルのマークとね、チェックしておいていただければと思います。また、新しい動画出していきたいと思っております。また次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。